こんにちは。アニメ紳士です。今回はこの素晴らしい世界に祝福を3第2話への視聴者の反応をご紹介します。こちらのチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までお楽しみください。王女様は可愛いな。この素晴らしい庭だった。このそば面白くなってきたな。スティールされた。連れ去られた。反対に連れ去られるのか。飽きるまで飼われる。じゃあもうアクアたち3人の出番はないのか。クズマさんが言った通りになってしまったな。貴族の元締めとはうまいこと言ったな。このロリがいずれ最強の勇者に。さらわれた主人公。これは残された仲間たちが救出に来る熱い展開ですね。シャテミニスカメイド最高だ。これは薄い本が増産されるぞ。この胸に合う服があるわけない。スカート短すぎない。こんな体でド M と固まらんわ。癒しかメス豚バイ。ライターぐらいあるだろ。他に転生者いるのに。他の転生者はこんな小遣い稼ぎはしない。ライターの原理俺わからないわ。クズマさんも男の子だね。馬小屋時代もアクアの体だけは認めてるからな。俺も嗅ぎたい。嗅がない方がおかしい。やっぱ芸の女神じゃねえか。その素晴らしい芸にはひねるよ。アクアって最初から女神で蘇生とかいろんなスキル使えるから、芸スキルに全振りでも問題ないのかな。バニル仮面売れるんだ。バニル仮面買ってどうするんだ。深夜に窓から侵入しても不問にされる。買います。ウワハラティーナモードだ。ララティーナかわいいよ。ララティーナ。メグミンは魔女棒ないとかわいいな。この世界にしてはメグミンのドレス凝ってるな。異世界ものでそのあたりは考えるだけ無駄だぞ。アイリスやっぱ可愛いな。このファンやり直そうか悩む。よくある姫様像から外れるけどアイリスさも可愛かった。スティール落ちは読めたけど笑えたわ。2話も面白かったわ。アイリスめちゃ可愛い。アイリス最初はこんな感じなんか。どんどん可愛い妹ヒロインになっていくぞ。色物じゃない頭のぶっ飛んだ正統派ヒロインだからな。カヤノンの演技には吹いたわ。ラクネスの表情には笑ったけど、意外にいい話だったかも。アイリス可愛かったな。ついでにララティーナも。カズマやると思ったわあれ。お約束。クズマさん、異世界人を下に見るアクアを咎めてたけど、クズマさん自身も内心ではあの世界のことを文明が劣ってると下に見てるんだよな。心に思ってるのと実際に言葉に出すのとでは天と地ほどの差があるんだ。思ったことをすぐ口にしてしまうからダメ神なんだ。勝敗スペックパーティーに見えるんだよね。パッと見だけは。女神がいるだけでチートだしな。スペックだけならかなり上位だぞ。アニメだとカットされたけど、ラストに活躍してるのはメンバー頼みのくせにと絡まれて、パーティーメンバーを交換するエピソードもある。姫様ビンタできるくらいじゃガチで上流階級なんだな。ラクネス。これを受けと戦うんか。反逆者確定で魔族側に裏切る展開か。このスバってマジで本物の面白さかもしれん。アニメスタッフと声優が有能すぎた。このスバもデートアライブも完結まであと何期いるんだ。スキル自体はありふれたスキルみたいだから、相手の武器を奪う戦術とかとっくに開発されてそうだけどね。そもそもスティールって選択して奪うって無理な魔法じゃ。カズマはくっそ高温だから良いもの取れるだけで。ダメ神はカズマみたいに使いこなせるなら普通に最強の神器だから。パダクネスの下品な母音が一番やね。まだ見られないんだが、珍しくかっこいいダクネスはカットされなかったようだな。そういやメグミンの協力ってヒョイザブローへの仕事斡旋かと思ってた。あれはバニル経由だっけか。やっぱり変顔がダメになってるな。一話作感は菊田なんだから絵柄の変化としか言いようがない。今日の話、作感が菊田、キャラデザではなかったから綺麗な方で安定してたな。このファンみたいな。アイリス初登場回だしそれでよかったと思うが、菊田だと下品な崩れ方するからな。後横靴だけんは無駄遣い。大活躍だったなララティーナ。
3期でもこの安定した面白さはすごいな。ラクネスが獣みたいな声出してた。帰る瞬間からキャラ変わってたけど、会食の席では猫かぶってたってこと。礼儀作法がガチガチで萎縮してたのは王女様の方ってことだったのかな。来週は王城に糸生活始まりそう。カズマさんの見せ場どう描くのかこの先楽しみ。パンツとともに王女アイリスの興味深までスティールするカズマ。先に言った家を守ることが前職、自宅警備員というのが振りとなり、転職として王家を守るようにアイリスから誘拐されるカズマが面白い。それにしても純粋無垢なアイリスが可愛い。お姫様抱っこカズメくん、大きい、手を重ねるカズメくん、しは、バニルに茶化されるカズメくん、には、微笑み合うカズメくん、イーリー、着実にカズメグルントにハンドルを切ってるぞ。向こうしばらくはカズメグしか描きたくないくらい、創作意欲がかきたてられる。アイリス王女に謁見。普段とは違ったヒロインズのドレス姿、めちゃくちゃ可愛かったな。粗相に粗相を重ねまくっててめちゃくちゃ面白いし、カズマの嘘をつかないけど盛りまくる熱い冒険譚の内容も良かったな。やはり紅伝説からカズマとメグミンの間に妙な雰囲気が漂っている。けしからん。いいぞもっとやれ。王族の前でも普段通りのカズマたちでさすが笑い。しかし仲間の絆も垣間見えるよき一幕だし、久々にスティールが見れて嬉しかった。そして傍若無人なアイリス姫かわいい。アイリス様、知れば知るほど可愛らしい娘さんです。期待を裏切らないカズマのスティール。仲間思いのメグミンやダグネスの行動には泣けてきます。カズマの無礼な態度も霞んでしまうし、仲間のありがたみが伝わってきます。このスバで珍しくギャグにならない王女様、おいおいひたすらに可愛いな。ララティーナもすごいまともに見えるぞ。カズマの逃げに王女様相手に堂々とできるのすごいよな。自宅警備員をそんなにかっこよく言えるの、逆に尊敬するわ。そんなカズマさん、今度は王家の警備員になるのか。可愛い顔してやることはぶっ飛んでる純粋無垢な王女様。ダクネスのようにぶっ壊れてしまうのか、純粋無垢を保てるのか、楽しみです。バニルさん出てきたけど、相変わらずアクアと仲悪いですな。2話目で早くもアイリス王女たちが出てきて、途中でハプニングもあったけど、カズマさんたちはいつも通りですな。今回も面白かったです。期待裏切らないカズマさんのスティール、相変わらず視聴者の心をわしづかみしてくる。どこ行っても役に立たないダメ神、ドレス姿可愛かったコウマ族、メイド服姿で王女様と会ってほしかったド M 騎士。毎回楽しいな。エンディングアニメ、予告もあん時のスライムのハウスや、ついに登場のアイリス。ラストまさかの展開で、おてんば感あるお姫様かわいいかよ。何よりダクネスのアイリスに向かっていったあの一連のシーンはめっちゃ感動でよかった。次回も楽しみ。京アニみたいならしくない美麗な作画が多かったわす。しかし今回の話にはマッチしてましたね。その一方でゆるゆるで実にらしいエンディングアニメーション。制作会社が変わったことでまた違った技が見られるかもしれませんね。アイリスタンがあまりにも可愛すぎる。そうか、これまでこの子と出会うためにこの作品を見続けてたんですね。アイリスタンの可愛さはもとより王女様相手でもぶれないクズマさんたちのいつもの漫才カルテットぶりもさすがなのです。笑い。ここから3期の新章スタートというところでしょうか。最初に比べてのメグミンの配慮ができてる成長とか、カズマの実績を積み上げた上での冒険者としてのプライドとか、3期まで見てきたからこそ感じられるカタルシスが良い感じですね。普段見ない女子3人のドレス姿も堪能でき、笑いの中にも仲間との絆や友情を盛り込んだ素晴らしい回でした。貴族令嬢のダクネスがアイリス王女に謝罪を要求する際は騎士となり、カズマを擁護するのには痺れました。まあカズマはいい加減だが嘘つきじゃない。スティールには笑ったけど、新キャラ王女アイリスの可愛らしくも少しわがままで天然そうな性格がカズマのキャラと合わさり、これからこの素晴らしい笑いの絶えない展開を予感させる。いつもと違う環境に放り込まれたカズマも
何かリミッターが外れる予感。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。